ゼロから旅行業務取扱管理者第8回です。今日から3つ目の科目、国内旅行実務です。まずは JR 運賃の計算を基礎から学びます。国内旅行実務は2つの柱でできています。1つは運賃計算、もう1つは国内観光地理です。運賃計算は手順さえ覚えれば確実な得点源になります。地理は繰り返しの学習で身につきます。まず、運賃の決まり方です。乗車券の運賃は乗る距離で決まります。距離はキロ数という数字で表します。そのキロ数を運賃表に当てはめて求めます。運賃計算の基本手順です。まず、乗る区間のキロ数を調べます。次に、その線が幹線か地方交通線かを確認します。最後に、キロ数を運賃表に当てはめて運賃を出します。キーワード、営業キロです。営業キロとは、駅と駅の間の距離のことです。これが運賃計算の基礎になる数字です。時刻表や資料で確認することができます。路線には2つの種類があります。主要な路線が幹線です。ローカルな路線が地方交通線です。地方交通線は幹線より運賃がやや割高になります。両方をまたいで乗るときの計算です。地方交通線の区間は会社により賃率換算キロまたは犠牲キロを使います。それと幹線の営業キロを合計したものが運賃計算キロです。原則としてこの運賃計算キロを対応する運賃表に当てはめます。ここは2026年の重要な改正です。JR は2026年3月13日で往復乗車券と連続乗車券の発売を終了しました。現在、普通乗車券は片道1回の行程ごとに発売されます。往復や連続の行程では2枚の片道乗車券を購入します。計算の仕上げ、単数の扱いです。営業キロ、履正キロ、運賃計算キロを使う場合、1キロ未満の単数は1キロに切り上げます。例えば、10.1キロは11キロとして扱います。運賃額そのものは最新の資料で確認してください。引っ掛けポイントです。地方交通線だけを利用する場合は、JR 四国と JR 九州を除き営業キロを使います。幹線と地方交通線を連続して乗る場合は、原則として運賃計算キロを使います。そして、往復乗車券と連続乗車券は2026年3月13日で発売終了です。今日のクイズです。2026年3月14日以降、往復の合定で買う普通乗車券はどれでしょう？ A は往復乗車券1枚、B は片道乗車券2枚、C は連続乗車券1枚です。少し考えてみてください。正解は B の片道乗車券2枚です。往復乗車券の発売は終了したため、行きと帰りを別々の片道乗車券で買います。今日のまとめです。普通運賃は原則として乗る区間の距離をもとに計算します。幹線と地方交通線を連続して乗るときは、原則として運賃計算キロを使います。往復や連続の工程では、2枚の片道乗車券を購入します。適用する運賃表や例外は、最新の JR 資料で確認しましょう。次回は国内旅行実務の第2回です。特急料金やグリーン料金、学割など現在利用できる制度を解説します。役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次回またお会いしましょう。